この動画はアートボーイアパレルの提供で皆さんにお送りいたします。夏が終わって秋に入ってきてます。ということは、パーカータイムです。Yes、パーカーですね。冬の寒さに備えて秋頃からふわふわの毛を蓄えるキツネをイメージして作った作品なんです。袖のキツネでそれを表現しています。肌に優しく着心地抜群です。僕たちいつもアートボーイの商品を愛用しておりまして、今回はかなりクオリティがいいものができたと思います。Yes。ぜひ FamilyTimeFT クーポンコードを使ってアートボーイの商品全部ですよ。すべて 20% オフです。 What？ アートボーイの商品は数が限られておりますので、皆さんお早めにご注文ください。クーポンコードを忘れずに FamilyTimeFT20% オフ。信じられないです。信じられないよ。20% オフって、アートボーイさんやりすぎですよ。10月10日ヘビー級ボクシングタイトルマッチ WBC and Lineal タイトルがかかっていました。勝者はタイソン・フューリー、ディオンテ・ワイルドを11ラウンドで KO しました。試合の後タイソン・フューリー挨拶するじゃないですか、対戦相手に。そうですね、よくやった Well done って言います。最初英語で読みますね。I said well done and he said, Wilder said, I don't want to show any sportsmanship or respect. I said, no problem. ということは、お疲れ様でしたって言ったところに、で、Wilder が、尊敬やスポーツマンシップを今見せたくない。そういう敬意を示すつもりはないからって言って、Fury が、OK、大丈夫っていうやりとりがあったらしいんです。ちょっと悲しいよね。だって普通こういうすごいいい試合を見ると、両選手はよくやった、強かったです、リスペクトしますって言うじゃん。そういうそのリスペクト関係がよくあるんですよ。こういう試合は特にね、バチバチの試合だと。でもワイルドの気持ちは分かるよ。で負けるのがすごい嫌いなんです。だってタイガー・ウッズもそうでしょ、マイケル・ジョーダンもそれで有名じゃないですか。何もかもコンペティションになるって、水を飲んでたら俺のが早く飲むぞってかそこまで行くって、それぐらいまで行くっていうそうなんですって言われてるよね。でワイルダーもやっぱりそういう人みたいですね。負けるのは嫌いです。であと試合はやっぱり負けると痛いじゃん。あとショックもあります。その負けたショック、で自分が勝つって信じてるほど負けるとそのショックが大きいんです。でワイルダーはそのリーマッチで負けていろんな言い訳を作ったじゃん。スーツが重すぎた、トレーナーに毒やられた、なんだ結構言いましたが、この試合に向けてワイルダーは自分が勝つって本当に信じてたと僕は思ってます。だってわざわざタイソン・フューリーと3回目、Third, what, trilogy? です、決めなくてもよかったじゃん。ただ自分からやりたい、俺のが強い、勝てるって信じてたから、この試合を決めました。で、だから僕はこの試合前、ディオンティ・ワイルドが勝つと予想してました。フューリー、明らかにフューリーの方がなんと優れたボクサーなんだけど、ワイルドの自信を見て、やっぱりワイルドができるじゃんって思いました。で、あとそのね、SNS でなんか新しいテクニックを身につけてることを見せて、ジャブを練習してました、ボディパンチを練習してました、フットワーク、ディフェンスも練習してましたよね。で、1ラウンドそれが見れたと思います。ディオンティ・ワイルダー、ボディを攻めていきました。そのボディジャブと右ボディストレート、ガンガン攻めましたね。これですね。Look at this。フェイントもそうですね。フェイントも入れました。フェイント。で、このボディジャブ、ボーン長いんですよ。だからフェイント、ボディジャブで、そのボディストレートよく使いました。そうですね。タイソン・フューリー頭打つのすごい難しいので避けるのがうまいじゃないですか。そうですね。ボディを攻めるのがかなりそういう作戦だったんでしょうね。そうだね。ボディを攻めてタイソン・フューリーのガードを下げてからこのオーバーハンドを狙ってたと思いますで、このオーバーハンドもそうですね、1ラウンド2ラウンド結構当てたところもあります。でもボディ結構攻めたんですよ。でも2ラウンドに入るとフューリーはね、このまま続けていくと思ってるの、と思って前に出て、ワイルダーを押し返します。ただフ
フューリーが前に入ってくるので、ワイルダーはそれに自分のオーバーハンドやミサイルパンチを当てることができました。はい、こういうオーバーハンドをミサイルパンチを当ててました。はい、自分の得意技ですね、ワイルダーの。そうです。3ラウンドは結構イーベンなところだったと思います。いや、じゃあ若干ワイルダーがペースを取ってたと思います。はい、ただそこでフューリーはワイルダーを押し返してそのダウンを取ります。ここですね。左フック、右オーバーハンド、ボーン1回目のダウンを取ります。Yes. でも、ワーダー、さすがワーダー立ち上がったね。Yes. まあ、こう、立ち上がって、戦い続けて、なんていうんです、そのギブアップしたっていう姿勢は一切見せなかったですね。そうですね。ハートは諦めなかったけど、やっぱり体は疲れてましたね、このノックダウンの後、結構、こう、フューリーガンガン攻めて、パンチを当てるんですけども、本当にワーダーのスタミナを削ったのは、その、クリンチだと思います。ワーダー、まあ準備してきたと思うんですけど、はいはい、まあ、2回戦でもフューリー結構この作戦を使ったから、そうですね。はい、だからワーダー結構ボルクアップして、Yes. 前戦よりもっと筋肉をつけてきたんですよ。はい、確かね、この試合に向けて231パウンドで計量した。だから前戦よりも 17.5 パウンド。筋肉をつけてきました。はい、で、インタビューでタイソン・フューリーの重量を楽にベンチでやってるぞって。で、そのクリンチの、ね、作戦は準備してるって自信を持って言ってたんですけども、フューリーも体重アップしたから。フューリーも体重アップしたんです。フューリーは277パウンドで計量した。125キロですよ。で、この試合で2人の体重差は46パウンドだから21キロ。わお。違いました。すごいね。自分より21キロ重い相手がこうね、押していって、このちっちゃいパンチをボンボンうるさく入れて、それは疲れますよ。疲れますね。まあ、ワイルダーなんか前線でいろいろ言いながら、でもいろいろ対策練ってきたじゃないですか。ボディを打ったり、筋量をつけたり。だから、ああ言ってるんですけど、本当はすごい真面目な負けず嫌いっていうのが見れますね。そうですね、確かに、準備してきたと思います。ただね、このクリンチですね、これは疲れますよ。で、ここからフューリーがちっちゃいアッパーね、ここに入れてます。こういうのが重なっていきますよ。でこれが4ラウンドなんですけれども、ワイルダー結構疲れてるんですよ。で、こういう大振り、こういう大きいパンチを打ってバランスを崩れるんで、フォッとか、これも疲れます。で、フューリーがその後パンチとか当てていくので、これちっちゃいフックを入れてますね。ボン。でまたその後右フック入れます。だからこう下り坂ですよ。そうですね。4ラウンドでワイルダー結構もうヘトヘトでタイソン・フューリーのパンチを食らってます。また食らってます。はい。God。God これでまだ立ってるのは珍しい。すごいよ。ですけど、こういうちっちゃいオーバーハンド、ここからね、ワイルダーもこの対策結構したと思いますよ。クリンチワーク。でも、やっぱりワイルダーの方が、ね、体力使わないといけないです。やっぱりその体重差が、20キロの体重差があるので。で疲れてきた時にフューリーはちょっとペースを取ってこれで KO してしまうぞって考えたところでワイルダーはその右でダウンを取ります。ボーン。This is the 4ラウンドね、ダウン1回目のダウンを取りますワイルダーが。ここでもうダウン1回ずつです。フューリーは立ち上がってワイルダーは KO モードに入ります。結構大きなパンチをね、振っていきますね。ここフォームでもフューリーうまく避けてますよ。フォームショームガードうまいですね。フューリーシャここもそうですね。ワイルダーシャ避けてますね。ちょっとバランス崩れてるんですけども、避けるのが一番大事です。ミサイルも避けました。ただ、こういう距離からうまく避けてたんですけれども、ワイルダーはそのちっちゃいフックをボン入れて
2回目のダウンを取りますね。ここで Wilder 2 downs, Fury 1 down。ワールドが勝ってますね、この時点では。そうですね、4ラウンドの時点で、そうですね、これ2回ダウンと取ったから10-7ですね。そうですね、ワールドが勝ってます。フューリーも立ち上がります。やばいよ。やばい。信じられない。本当に2人あんなにパンチもらって倒れなくて、で、倒れた時に立ち上がるっていうのが本当にすごかったです。やばいよね。で、まあ、5ラウンド、ワールド、ね、ちょっと元気をもらって、攻めていくんですけれども、フューリーも打ち返します。本当にこの試合はやばかったです。この時点で、まあ、誰が勝ってるかもう分かんないよね。もう関係ないよ。それどころじゃないもん。だって全然ポイントのこと考えてなかったもん。でもこういう体重差があるんですよね。こういうクリンチの中でフューリーが押していって5ラウンドワイルダーは結構それに対応してたんですけども6ラウンド、7ラウンドちょっと疲れが見えてきました。そうですね、やっぱり押されちゃうんですよ。押されちゃいますよ。こうですね、こういうクリンチで、ね、疲れてきてるのが見えてます。でも面白いことにここでフューリーがワイルダーをボコボコにしてるように見えるんですけれども、ジャッジのスコアカードで、まあ、7ラウンドが終了した時点でイーブンだった。3人とも、70のそうですね、3人とも65、65イーブン。でもこのまま続くとフューリーが勝つっていうのはみんな分かってたと思います。ただこの時点で誰もスコアカードのこと考えてないよ。絶対考えてない。でもね、そうフューリー、7ラウンドでワイルダーをもうほとんど KO しますね。このアッパーで。わー。ボーン。もう映画のアッパーカットじゃん、これ。そう。でももう本当にフラフラなんですよ、リオンテイ。でも、ダウンされなかったです。やばいんですよ。で、8ラウンドも、ワイルダー、ここでもうちょっとで KO されるところだった。もう、ギリギリセーフだよ。で、まあ、自分から前に攻めようとするの、ワイルダーのハートはやばいですよ。でも、本当にもうちょっとで KO されるところが7ラウンドと8ラウンドあったんです。だからダメージが重なって9ラウンドが始まる前にドクターがワイルダーチェックしますね。ワイルダーはドクター出ていけって多分言ったと思います。大丈夫だから。で、9ラウンドまたフューリーガンガン攻めてペースを取るんですけれども、ラスト10秒にワイルダーがアッパーを効かせるんです。いや、これ聞きましたよね。聞きました。びっくりしました。まさかここでワイルダーがもしかしたら逆転を取れるかっていうところだったから、これですね。ボーン。これも映画のアッパーカットだよ。映画のアッパーカットだよ。でも聞いたんですけれども、ここでゴングが鳴るんです。それが終わった瞬間、一人のジャッジはそのラウンドをワイルダーに上げて84、84ドローとして決めてました。で、2人のジャッジが85、83フューリー。なるほど。がまだクロスファイトとも言えるじゃん。そうですね。で、ディオンテイ・ワイルダーその一発をまだ持ってるっていうところを見せたから、いやー、やばいよ。ただ、10ラウンドに入ると、フューリーは、ね、2回目のダウンを取ります。で、これでもう合計4ノックダウンズですね。ここです。フォーンかわします。で、ボーンクイーンヒットしてワイルダーを倒します。で、もう2回KO されるところがあったじゃん、ワイルダー。7ラウンド、8ラウンド。だからここで倒されて僕はもう絶対オーバーだと思ったんですけれども、ワイルダー立ち上がったよ。It's crazy. It's so crazy. ここでまた立ち上がるんですよ。こんな試合ね、本当にこの今のボクシングの時代で見れる
とは思わなかったんですよ。もうあれはもう白黒の時代で終わったと思ってた。モハメド・アリー vs フォーマン、モハメド・アリーと彼だっけ、ジョー・フレイジャーとかもあります。エヴァンダー・ホリフィールド vs ジョージ・フォーマンとかもあるし。それもいいよね。エヴァンダー・ホリフィールドの試合もこういう感じがいい。Yes, yes. Riddick Bowe vs リディック・ボー、Yes. トリロジーだったし、はいはい。そういう試合の感じだったね。ね。でもワールドノックダウンされて、フューリーが KO しに行きます。結構、ガンガン攻めるんですよ。いや、ワールド、どうやって立ってるんだっていうところなんです。もう、気合ですよね。しかもここであと1分残ってるんですよ、ラウンドで。でもワールドはなんとか立っていられて、逆に攻めていきます。このアッパーもまだ狙ってますね。まだ振ってますね。はい。またそのアッパーを狙ってます。はい。でもここでオーバーハンド入れてますよ。だからワールドまだ戦ってますよ。はい。でももうモンスターパンチ2つもらって。I can't believe it. でも倒れないんです。I can't believe it. 本当に信じられない。本当に信じられない試合でした。うん、で、面白い。で、ワールド本当はもうKO される直前だったと思ってたところ、聞かせるんですよ。このオーバーハンド。ボン、ここです。で、フューリーぐらつくんです。ここからまたオーバーハンド。出て。左フック。右。で、攻めていくところで確かゴングが鳴ると思います。わお！フューリー、ここ危ないよ。ゴングが鳴った。でもまだね、聞いてますね。聞いてますよ。ここ、このフューリーの足のところを見てください。ここですね。バーン、オーバーハンドを当てましたね。はい、ここで。はい。ぐらつきますよ。今の見た。本当に一瞬、パッ、ここパワーをちょっとね、失いましたね。でもなんとかバランスを取るんですけれども、ここでまたオーバーハンド、ボーンともらいます。man。フューリーもタフですよ。ねでもそれが10ラウンドで、ワールドまだその一発を持ってる。多分12ラウンドまで持ってるんじゃないですか。いくらフラフラでも。バーンってそれが本当にできるんだねって思った。だってこれで2回目じゃん。そのフラフラで効かせた。フューリーを10ラウンドで効かせました。ダウンまでいかなかったんですけれどもね。でも、ワールドも効いてます。で、フューリーは回復して、ワールドはまだ疲れていて、ダメージの影響があって、ワールド。ハートはすごいんですけれども、やっぱり体がついていけなかったです。フューリーは KO しに行きます。確か、もう見たくないっていう感じなんだけど。こういうパンチをもう顎にクリーンヒットして、交通事故パンチ。これでまたこの逆にフューリーがもらってたそのアッパーを返しますね。ワイルドに返します。ここです。ボーン！ Here you go! お返しです。で、フューリー聞いたのを分かってガンガン攻めていって、最後に確かそのオーバーハンドで KO を取ります。でもその前にまた右をアッパーを上げますね。プレゼントをして、Merry Christmas! ボーン！また入れます。わお！これがヘビー級だよ。違う、ヘビー級もヘビー級なんですけど、ヘビー級の中でタイソン・フューリーでかいから。多分一番でかいじゃん、今。125キロ。一番でかいヘビー級 vs 一番パワー、ワンパンチ KO パワーを持つヘビー級だから。信じられないよ。信じられない。で、これが KO ですね。この右。ボーン！これですね。That's the KO shot. That's crazy. バン！で、ダウンで試合終了です。試合終了だよ。ちなみに、ビッグ・ジョージ・フォーマン、めっちゃでかいじゃないですか。彼がヘビー級チャンピオンになった試合 vs マイケル・モーの体重なんですけど、250 pounds、113キロ。タイソン・フューリーは277。だから、ジョージ・フォーマンプラス27パウンド。そう、ジョージ・フォーマンはビッグジョージ・フォーマンは113キロで、タイソン・フューリーは125キロ。そうですね。プラス10キロ、12キロ。
そう。まあ、まあ、史上最大大きいヘビー級かもしれないですよ。まあ、時代が進んでいくほど人間が大きくなっていることは明らかですね。今のキッズでかいもん。でかいよ。でしょ ?It's all the junk food。そのジャンクフードはね、大きくなるよ。でも、そうだね、この試合は、まあ、Best Fight of the Year になるんじゃない？ Yes。で、歴代最高のヘビー級タイトルマッチに残ると思います。いや、で、ワイルダーもすごいいい戦い見せたじゃん。練習したものも出せたし。Yes。ただ、ワイルダー、一発一発が 100% じゃん。それは疲れますよ。で、フューリーは細かいのとこのパワーパンチをうまく混ぜていったから、フューリーの方がやっぱり優れたボクサーです。あとその体重差。ワイルダーにその、ね、体重を乗せて疲れさせて、それも試合に大きく影響したと思います。タイソン・フューリーはちょっとたまにちょっとモハメド・アリ思い出します、ちょっとなんかネジ外れてる人。ネジ外れてるよ。ワイルダーがこうすればよかった、ああすればよかったってなんか当てはまらない。なんかちょっとなんか規格外すぎる。わかる。ワイルダーがこの戦いを他のどんなヘビー級でやったら多分勝った、と思うんです。ただフューリーはちょっとおかしい。ちょっとおかしいかもしれないです。ちょっとおかしいと思う。いや、でもこの試合はやばかったです。やばい。ボクシングファンは絶対見ないといけない試合だと僕は思ってます。Yes. Must see. Anyways、まあ今日の動画はここまでです。皆さんこの試合を見てどう思いましたか？ぜひ感想や意見をコメント欄に入れてください。僕の名前はナオトです。シンです。And we'll see you again soon. またお会いしましょう。バイバイ。